皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本の野党とテロ集団との関係について話題になっていたので、このことを取り上げていこうと思います。その話題となっている集団の名前はアンティファ。このアンティファというのは、アメリカのトランプ大統領がテロ組織に指定したいなという発信をツイッターで行ったことから、世界的なトレンドワードになっていました。このアンティファのニュースを見ていくためには、まず事前情報が必要です。その事前情報というのは、現在アメリカで起きている抗議デモの広がりです。この抗議デモの発端となっていたのが、白人警官による黒人男性を地面に押し付けて、そして息ができないような状態にしたまま、そのまま殺してしまったという事件なのです。しかし、その事件についての処分というものが非常に甘かったことから、警察組織に対する抗議というものが全米各地に広がっていったのです。そして平和裏に行われたデモではなく、そこからさらに発展して暴動、略奪などが行われたことから、その暴動を扇動している人たち、もしくは実行している人たちというのがアンティファというグループだというふうにトランプ大統領は見ているのです。この事前知識を頭に入れた上で関連ニュースを見ていきましょう。アメリカ抗議デモ、極左勢力、アンティファの実態、社会の転覆目指す。トランプアメリカ大統領がテロ組織に指定すると表明した極左過激派勢力アンティファは反権威主義体制や反人種差別、反排外主義などを掲げる社会運動を自称する。だがアメリカ司法当局はその実態は暴力や違法行為を通じて民主体制や資本主義経済システムの転覆を目指す無政府主義的な地下集団であるとして警戒を強めている。アンティファは1920年代のイタリアでムソリーニ率いる国家ファシスト党に対抗するため結成された反ファシスト勢力が源流と説明されている。アメリカでは2007年に西部オレゴン州ポートランドで結成されたローズシティアンティファが最初に活動を始めた。アンティファは過去にも反資本主義を訴えたニューヨークのウォール街選挙運動に参加。黒人運動ブラックライブズマターに接近し、中西部ミズーリ州ファーガソンでの白人警官による黒人少年射殺を契機とした暴動にも関与したと指摘されている。外観は黒ずくめの服装に黒いマスクをしているのが特徴。組織形態は指導者や構成員が明確でなく、極左思想の持ち主がソーシャルメディアなどで緩やかにつながり、抗議活動のたびに結集すると見られている。トランプ氏が唱えるテロ組織指定については、現行の法制度では国内の組織や団体をテロ組織に指定する法的根拠がなく、困難との見方が強い。そして日本ではアンティファの活動が野党議員と関係があることが話題になっています。こちらの写真はアンティファの内輪を持った立憲民主党の有田議員の写真です。そして特定の議員一人だけが参加しているかというとそういうわけでもないようです。立憲民主党の杉並区議会議員の方がツイッターで投稿しているものがあります。こちらは安倍やメロを連呼するデモにおいてこのアンティファの旗を掲げているという動画を添付しています。そしてこの方についてはプロフィールのところに自分がアンティファであることも明記していることもあり、全く隠す気はないようです。アンティファの活動に参加している野党系の議員は他にもおり、左の写真は日本共産党吉良よし子参議院議員の写真で、そしてもう一つの写真は元議員の池内沙織元議員の写真です。特定の議員がアンティファの活動に参加しているだけかというとそういうわけでもないようで、日本共産党の広報誌である新聞赤旗のネット記事においては、アンティファ名古屋が主催している反安倍政権集会に日本共産党の小池書記長が参加しているという記事が出ています。これまたたまたまそのような集会に出ただけというわけでもないようで、他の記事においてもアンティファ大阪の主催しているデモにおいて日本共産党の大阪府委員会の副委員長が参加という記事もありました。まず最初に言及しておくべきことがあります。それは今回の抗議デモが広がったその発端である男性が死亡したことについてです。動画は拡散されているのですが、まず黒人男性が地面に押さえつけられている画面から始まります。その場面においては警察官が首元に足をしっかりと押さえつけて、被害者が息ができないと訴えているにもかかわらず、そのまま押さえ続けるという動画が続きました。そして問題なのはその先で男性が死亡死に至るわけですが、その警官に対する処分が当初は甘かったのです。抗議デモが発生した後でようやく警察官の殺人の扱いという風に変わったわけですが、これは明らかに警察側の不手際だと言えます。ですから抗議デモが起こることそれ自体は別におかしいことだとは思いません。
まず第一に、白人と黒人を比べた場合に、黒人の方が圧倒的に今、苦しい立場にあります。現在コロナショックによりアメリカにおいては、直近10週間において4000万件もの失業保険申請が行われています。多くの人々が失業している状態なのです。しかもここで大きな問題なのは、テレワークなどで仕事が続けられている人々は、どちらかというと高所得者層やもしくは中所得者層の人たちです。そして仕事を多く失っている人たちが一体どんな人かといえば、営業を禁止されたような商店に勤めていたような人々だと言われています。その関係で黒人の人たちの方がより多く仕事を失っていると言われています。さらに言えば、コロナウイルスによる死亡者の割合というものも黒人にとっては非常に悲惨なものになっています。アメリカは移民国家と言われ、多くの人々が住んでいるわけですが、その中においても、白人やヒスパニック、アジア系の人々の死亡率に比べると、黒人の人々の死亡率というのは倍になっています。その原因と言われているのが、先ほども述べたような所得の違いや、もしくはその所得の違いから生まれてくる食生活や、もしくは病院にかかっているかどうかといった健康度合いの違いが大きくなっていると言われます。例えば、所得が低いと一体何が起こるかというと、ジャンクフードに代表されるような炭水化物を非常に多く摂るような生活になりやすいと言われています。そのため、アメリカにおける肥満率というのは日本よりもはるかに高いと言われています。この肥満が一体何が関係するかといえば、新型コロナウイルスによる重症化率に関係していると言われています。肥満であればあるほど、ほぼ基礎疾患であるとの同様のような重症化率につながるというふうな話も出ているのです。そういった失業やもしくは新型コロナウイルスによる外出禁止令などの影響によってストレスが溜まっていたところに、そもそも以前からの問題として黒人の人の方がはるかに普段から警察の当たりが強いという問題もあります。ですから以前からの問題として今起こっている問題、その相乗効果として今は非常にストレスが溜まっていて、そのストレスが爆発しやすい社会状況になっています。そこにつけ込んで暴動などが起こっているというのがトランプ大統領の考え方なわけです。さて、それでは暴動を率先して行っているもしくは扇動している可能性のあるアンティファというのは一体どのような集団なのでしょうか。そもそもこの名前の由来というのがアンチファシスト、反ファシストというのが一つのキーワードになっています。反差別、つまり差別は許さないぞというわけですが、ここで言うファシストというのは、例えば分かりやすい例で言えばヒトラーがこれにあたります。現代で反ヒトラー主義だと言ってもなかなか分かりづらいものがあるので、ここではファシストに対抗するのだ、反差別なのだといったことを訴えているわけです。そしてこのヒトラーに該当するものが現代におけるトランプ大統領なのです。アンティファの人々はトランプ大統領をヒトラーになぞらえて、このような全体主義国家に対して抵抗しようと呼びかけているわけです。ですからトランプ主義者を攻撃するときに暴力を厭わない集団だと言われています。それこそナチスを殴るのにこれを悪いことだという人はいないだろうという論理を現代にも応用して、反差別運動の行動としては我々が暴力を使うことに一体何が問題なのだということを言うわけです。つまり暴力を正当化しているのです。とそういったわけで反差別を掲げながら実態については自分たちが正義になって、その正義であれば暴力を振るっても何も問題のないよねというようなそういった思想を持った人たちだと言えます。この記事の中でも取り上げられているように、このアンティファというのは何か特別な組織形態があるというふうには言われていません。ですからトランプ大統領の言うようなテロ組織の指定というのは難しいと言われています。そして日本においてもこのアンティファの思想に共鳴した人々が活動していることが検索でもすぐに出てきます。そしてその中に出てくる活動の一つに、共鳴しているな、共通点があるなと思われる活動というものも私たちは目にしているはずです。私はアンティファの説明の中で反ファシスト、そして反ヒトラーだといった話をしたわけですが、現代におけるヒトラーとしてアメリカにおいてはトランプ大統領が当てられていました。一方日本においては安倍総理をヒトラーになぞらえる人たちが非常にたくさんいます。一体そのような人たちがどのような集団かといえば、それは野党系の勢力の中にそういった人々がいます。安倍総理のやっていることはヒトラーのようだというような例えをしたり、もしくは安倍総理を独裁者だという風な呼び方をしている人たちもいます。これなどはまさに反ファシスト運動の一環だと言えるでしょう。
そしてアメリカにおけるアンティマと同じように、ヒトラーを叩くことは一体何が悪いのか、ナチスを叩いて何が悪いのだといったようなどと全く同じ論理構造で安倍総理に対して攻撃を加えるのは、我々は正しいことをしているのだ。正しいことをするためには暴力を伴っても何ら問題はないという論理を彼らは掲げているのです。そしてそのことを私たちは何度か目にしているはずです。野党系の議員が参加しているデモにおいて、安倍総理の人形を焼いたり、もしくは踏みつけたりといった行為をしている人々がいることも、インターネット上に動画として残っていたりします。このようにアメリカのトランプ大統領がテロ組織に指定したいなと言っていたアンティマの活動に、日本の野党系議員やもしくは党そのものが関わっているのではないかというふうに見えるわけですが、皆さんはこのことについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。何にしても暴力と破壊を伴いながら反差別を訴えるというこの矛盾を抱えている団体にとても私は共感できるものではありません。暴力を使うのであれば数の暴力、例えば選挙における数の暴力で圧倒的多数を取るというのが本来の姿でしょう。自分たちの意見が通らないからと暴力を使っていたのでは、それはまさに民主主義の否定でもあります。そのような活動に日本の野党が参加しているということ、それ自体も非常に大きな問題だと私は思います。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。